もともと魔界の花というテレビシリーズをやってたんですけども、その主人公の、冴島来が、彼の映画をちょっと撮ってみたいなっていうのはずっと前から考えてて、で今回その映画の制作の号が出たので、改めて映画を制作することになりました。もともとテレビシリーズの作品なので、やっぱりいろんな多彩なキャラクターが出るのがテレビシリーズの一つの特徴なんですけども、ガロファンの中にはいろいろなキャラクターのファンがいるので、その中では映画という短い時間の中で、キャラクターをどれだけ出せるのかっていうのが課題だったんですけども、今回はメインのキャラクター、もちろんライガーは当然ですけども、あとマユリ、ゴンザ、クロート、この4人に絞って、ドラマを考えました。魔界の花から数年経った後という設定なんですけども、もともと主人公の冴島来がっていうのは優しい青年だったんですけども、彼の中にある一つのこの引っかかりというか、そういったものが今回大きなドラマの軸になってて、それはお父さんとの別れが彼の中でまだ、解消できてないと。でテレビシリーズの時はそこはさらっと流したんですけども、今回の映画で、そこをちょっと掘り下げてみようかなというところでスポットを当てました。ただキャラクターの造形は変化はしてないので、より深く描いているという点で見ていただけると嬉しいなと思います。他のキャラクターに関しては前よりはもう人間に戻ってしまったので、一人の少女としてどうやって生きようとしているのかというところを、感じていただけると、ドラマが楽しめると思います。でクローに関してはテレビシリーズから今度大使というポジションになってるんですけども、古文というか部下が出てきてないんで、多分大使という感じはしないと思います。ただたくましくなった顔つきでそれを感じてもらえたらいいなと思います。ゴンザに関しては全く買っておりません。ガラリと変わりましたね。発表した当時に考えた話と、その後制作が決まって、作った話と、それと今完成した話と、3つとも大きく違う物語になっています。でそれは一つ流れがあって、物語の中身は変わったんですけども、物語に入っているテーマは変わってないので、基本的には同じテーマを違う物語で、シナリオを何度も書いたという感じですね。ポスターとか予告編を見た方は多分分かっていただけると思うんですけども、歴代ガロに登場したキャスト俳優さんたちが出演してます。そういうこともあって、撮影現場はさながら同窓会というか、毎日楽しい、言い方はあれなんですけど、ホームパーティーをやってるような、すごく優しいというか和気あいあいとした、とても居心地のいい現場でした。そうですね、カナダでガロを上映するというのはすごく不安ではあったんですけども、まず、劇場に観客が来ていただけるのかというのが一つの不安で、もう一つは来ていただいた観客の人にこの映画の中で言おうとしている物語が届いて響くのかどうかという不安あったんですけども、まずお客さんが、たくさん来ていただいて、劇場が満員になったっていうところですごく感激しました。なおかつ終わった後にですね、お客さんの方の、温かい拍手をいただいて、ガロシリーズを全部見ていなくてもこの映画に入ってるその魂というか思いというのは、
伝わったという気持ちがしてすごく、嬉しかったです。意識してないですねまさかこういうファンタジー映画祭で上映するというのは夢にも思ってなかったんで、全く意識をせずに作ってます。影響はすごくあります。僕自身も日本のヒーローを見て育ってきたので、ウルトラマンとか仮面ライダーとかで、体の中にそういうヒーローのこう魂というか価値観がこう刷り込まれているんで、一番意識しているのはヒーローのこのかっこよさ、日本語で言うとケレン味っていうんですけども、そのケレン味を持ったヒーローをいかにこの映像に、収めていくかっていうところは仮面ライダー撮った時も超人戦隊ジェットマン撮った時も変わらずガルでも同じようなことを意識して撮影しています。意外と魔界だけの出来事っていうのが描いてないんで、ガルの世界には。で、魔界だけのその世界で起きた現象っていうのはちょっとその興味があるので、描いてみたいなっていう気持ちはあります。